もし明日、AI があなたの仕事を全部こなしてくれて、どんな言語でも一瞬で翻訳できるようになったとしたら、はい。今あなたが一生懸命日本語を勉強している理由って、何になるんでしょうか？すごく本質的で考えさせられるテーマですよね。そうなんですよ。この時間は提供された資料をもとに毎回一つのテーマをじっくり深掘りしていくディスカッションです。はい。よろしくお願いします。今日はですね、難しいニュースの解説ではなくて、日本語を勉強しているあなたと一緒に、これからの働き方や生き方について考えていきたいなと思っています。とても大切なテーマですね。最近、テレビとかネットのニュースを見ていると、本当に毎日 AI の話ばかりじゃないですか？そうですね。見ない日はないくらいです。だから、日本で働きたい人とか、今まさに働きながら日本語を勉強している社会人の方の中には、自分の将来がどうなるのか不安になるという方も多いと思うんです。その気持ちすごくよくわかります。よく AI で仕事がなくなるなんて聞くんですけど、あれって本当にそうなのという素朴な疑問から今日はスタートしたいなと。なるほど。結論から言うと、AI で全てが終わるみたいに極端に怖がる必要は全くありません。あ、そうなんですね。ちょっと安心しました。ええ今日の私たちのミッションは、その漠然とした不安をなくすために、何が変わり、何が変わらないのか、これを一緒に整理していくことです。はい、ぜひお願いします。じゃあまずはその不安の正体を知るためにですね、AI が得意なことについて具体的に見ていきましょうか。そうですね。資料を分析すると、やっぱり AI の発展によって、AI に置き換えられる可能性が高い仕事、つまり変わりやすい仕事というのは確実にあるんです。置き換えられる仕事ですか？え例えば、毎日同じことを繰り返すような単純作業ですね。単純作業。例えばデータ入力とかですか？はい、おっしゃる通りです。あとは、基本的な資料の作成とか、簡単な翻訳、それから完全にマニュアル通りに動くカスタマーサポートなんかもそうです。なるほど。そういうルールが決まっている仕事は AI の方が得意だということですね。そうなんです。この分野では、いわゆる自動化というものがどんどん進んでいきます。自動化。つまり人間がやっていた作業を機械や AI が代わりにやるということですよね。その通りです。AI は疲れませんし、文句も言いません。ものすごいスピードで大量のデータを処理してくれますから。確かに、文句を言わずにものすごいスピードで書類を整理してくれる。優秀だけど少し機械的なアシスタントみたいなイメージですかね。まさにそんな感じです。人間がスピードや正確さで勝つのはもう難しい領域ですね。でももし AI がそういうオフィスワークを全部やってくれるんだとしたら、はい。将来的に会社から人間は一人もいなくなってしまうんでしょうか？いくらなんでも少し極端な気もしますが。いえいえ、会社から人間がいなくなるわけではありません。むしろ AI が単純作業をやってくれるからこそ残る仕事があるんです。あ、残る仕事があるんですか？はい。AI にはどうしても難しくて人間にしかできないことですね。人間にしかできないこと。それは具体的にどんなことなんでしょうか？まず一番大きいのは相手との信頼関係を築くことです。信頼関係。なるほど。ええ。他にもマニュアルがない状況で現場で判断を下すこと。それから相手を思いやるケアの仕事やゼロから新しいものを生み出す創造性ですね。どれも確かに機械には難しそうな人間らしい言葉が並んでいますね。そうなんです。そしてもう一つ、複雑なコミュニケーション能力が必要な仕事も人間ならではの領域として残ります。コミュニケーション能力ですか？でも、最近の AI ってすごく自然に会話できるようになってきていませんか？カメラで表情を読んだりとか。確かに AI はデータから正解っぽい答えを出すのはすごく得意です。起こっている確率が何パーセントとかですね。はい、そうです、そうです。でもそれは単なるデータの計算であって、相手への共感ではないんです。ここが大事なところで、AI は出したデータに対して責任を持つことはできないんですよ。責任ですか？ええ。
例えば大きなトラブルが起きた時に、相手の目を見て、私が責任を取りますから信じてくださいと本心から伝えることは AI にはできません。なるほど。AI にお前のせいで失敗したじゃないかって怒っても、データを再計算しますって返してくるだけですもんね。その通りです。AI には生きてきた経験も痛みもないので、結果に対するリスクを背負えないんです。だからこそ、そういう重大な現場判断とか信頼関係が必要な場面では人間が必要になるんですね。AI が普及すればするほど、そういう人間にしかできないことの価値が高まっていきます。ということは、仕事が完全になくなってゼロになるというわけではないんですね。はい、違います。単純に仕事が消えるのではなくて、時代が変わるにつれて仕事の中身が変わっていくと考えるのが自然ですね。仕事の中身が変わる。例えば、昔、電卓とかパソコンが初めてオフィスに登場した時のことを想像すると分かりやすいかもしれないです。すごくいい例えですね。パソコンが導入されて、手書きで計算する手間はなくなりましたけど、経理という仕事自体はなくなりませんでしたよね。なくなりませんでした。むしろ、計算は機械に任せて、そのデータを使ってどうアドバイスをするかっていう複雑な仕事に変化していきました。まさにそれと同じことが今 AI の登場によって起きようとしているんです。なるほど。つまり、私たちは AI と戦うわけじゃないんですね。そうです。AI と競い合うのではなくて、AI に任せられる部分はどんどん任せてしまう。そして人間としての役割により集中していくようになるということですか？はい。それがこれからの新しい働き方のスタンダードになっていくはずです。そこまで整理できると今日一番深く考えたいテーマにつながってきますね。リスナーのあなたが今頑張っている日本語の勉強についてですね。はい。仕事の中身が変わるなら外国語を学ぶ意味も変わってくるんでしょうか？大きく変わると思います。今は AI 翻訳が本当に便利になりましたからね。そうですね。スマートフォンのアプリでも一瞬で正確に翻訳してくれますし。でもだからといって日本語を勉強しなくていいかというと全くそんなことはありません。AI 翻訳があっても勉強する意味はあるんですか？はい。なぜなら言葉というのはただ情報を移動させるためのものではないからです。情報の移動だけではない。言葉の一番大切な役割は相手との関係を作ることなんです。なるほど。関係づくりですね。はい。AI 翻訳を使えば意味は正確に伝わるかもしれません。でも自分の声で自分の意見を伝えることの重みは機械には出せないんです。確かに。もし大事な商談とか深い悩みを相談しているときにずっとスマホの翻訳アプリを通していたら、はい。なんだかいつまで経っても心の距離が縮まらない気がしますね。そうなんですよ。人間は相手が自分のために努力してくれている。その姿勢に心を動かされる生き物ですからね。姿勢？たとえ少し不自然な日本語だったとしても、あなたの国の言葉で話そうと一生懸命に言葉を探してくれる。その姿勢そのものが AI には決して作れない強力な信頼関係を生むんです。相手の微妙な表情から気持ちを理解する力も人間ならではですね。なるほど。AI には一瞬で完璧な答えが出せても、その拙い言葉の裏にある努力とか温度みたいなものは作れないんですね。まさに人間にしかできないことです。いやー、今日のディスカッションでなんだかすごくモヤモヤしていた不安が晴れてきた気がします。それは良かったです。AI の進化をただ恐れる必要は全くありません。そうですね。AI を便利なツールとして使いこなすことが大切なんですね。はい。AI を使いこなしながら、同時に人間らしさやコミュニケーションの力を磨いていく。なるほど。そうやって学び続けることが、これからの時代を生き抜くための一番の対策になります。だからこそ、今あなたが日本語を勉強している時間は決して無駄にはならないんですね。無駄になるどころか、これからますます大きな価値を持つようになりますよ。心強い言葉ですね。では最後に、リスナーのあなたへ一つ考えてみてほしいことがあります。はい。明日あなたが日本語で誰かと話すとき、あるいは翻訳アプリを使うとき、
AI には真似できない、私らしい温かい一言をどうやって付け加えられるか。すごくいい問いですね。完璧じゃなくてもいいんです。少しだけ考えてみてください。その少しの工夫が相手との関係性に大きな違いを生むはずです。そうですね。情報の正確さよりも、あなたの人間らしさが伝わる瞬間をぜひ探してみてください。はい。それでは今回の深掘りはここまでとさせていただきます。一緒に考えてくださってありがとうございました。こちらこそありがとうございました。